Hello everyone, this is Kathy 先輩。ついにラストの世界に電力がやってきます。イエーイ。はい。ということで、これまでは電力がなかったんで、低質燃料で電気をつけたりしてたんですけど、電力が導入されることによって、自動ドアを作ったり、あと拠点を守る有効なトラップを作ったりっていうのが可能になりそうです。私はそこまで凝ったことはおそらくできないんですけれども、テストサーバーで超基礎的な部分をお見せできたらなと思います。中でも今日は自動ドアの作り方に特化してやっていきたいと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは、Let's go! はい、それでは自動ドアを作るのに必要なものの紹介をしていきたいと思います。はい、1つ目が、ケーブルですね。で、こちらが Small Generator 小さな発電機になります。発電方法は他にもあるんですけど、今日は発電機を使ってやっていきたいと思います。はい、で、こちらが Splitter と呼ばれているものです。1箇所の電気を最大3箇所まで分配することができる、日本語では分電盤と呼ばれているものになります。今日はドアが5枚あるので、こちらを使って電気を分配していきます。こちらが Pressure Pad 圧力板です。この上に乗ったらドアが開いて、降りたら閉まるという仕組みを作ります。で、こちらが Door Controller ですね。ドアが、開いたり閉まったりっていうのを制御してくれるものになります。これはドアの、近くに貼り付けて使うものになります。はい、でこちらが Electrical Branch ですね。分電盤が、3箇所までしか分配できないので、残りの2枚の扉にも電気を行き渡らせるために使いたいと思います。はい、じゃあまずは何よりも電気が必要なんで発電機を置いていきます。でもし、自動ドアにしたい扉が1枚だったら、この発電機からもう直に扉の方につなげて、いけばいいんですけど、今回は扉が全部で5枚あるので、さっき紹介したスプリッター分電盤を使っていきたいと思います。じゃあこの辺に設置しますかね。はい。じゃあまずは発電機と分電盤を接続していきたいと思います。発電機の中にある電気を外に出して分電盤の方に入れていきたいので、アウトプット、アウトですよね。外に出すのでアウトプットの方にコードを挿します。左クリックで挿していきますね。はい、そしたら分電盤の方に入れたい、インしたいので、インプットの方に入れていきます。で、インプットはここでもなく、ここでもなく、ここですね。はい、こちらに左クリックでぶっ刺していきます。はい、これで発電機と分電盤の接続は完了しました。じゃあ次に実際にドアの方に電気をつなぐ準備をしていきます。じゃあまずは、上に乗ったらドアが開いて降りたら閉まるっていうメカニズムの中心的存在のこの圧力板ですね。これをドアの前に置いていきます。置く場所はこれぐらいの距離感でもいいし、ドアの本当に真ん前でもいいし、ちょっと離れた場所でもいいし、それぞれの都合に合わせて置けるかなと思います。はい、じゃあ次にドアの開閉を制御する Door Controller、ドアコントローラーを各ドアの近くに貼っていきたいと思います。で、一番近くの扉の動きを制御するっていうことなんで、どこに貼るかっていうのをちょっと気をつけながら貼っていきます。これはここに貼って、で、次なんですけれども、あんまり遠くに貼ると、ちょっと隣のドア
に反応しちゃう可能性があるんで、ちょっと距離感を確認しながら、遠くに貼らないといけないときは、他のドアと混合しないかっていうところを気をつけながらやっていきましょう。まあ、できればね、今みたいにすごい近くに貼るっていうのがおすすめです。じゃあこれは微妙なとこだけどここに貼って、でこれはすぐ近くのここに貼っていきたいと思います。よし、じゃあ次は圧力板に分電盤から電気を送ってっていう作業をしていきたいと思います。じゃあ、分電盤の中に今電気が発電機から入っていってるんですよね。で、分電盤の中の電気を外に出したい、アウトにしたいので、アウトプットの方に挿していきます。はい、そしたら、圧力板の方に電力を入れたい、インしたいので、インプットの方に挿していきます。はい、じゃあ次は圧力板に入っていってる電力をアウトしてコントローラーにインしていきます。これで完成です。これで、発電機から電力が分電盤に行って、分電盤から圧力板に行って、でそれがコントローラーの方に行っているっていう感じですね。で乗るとおーこうやって無事開くようになりました。じゃあ他のもやっていってみたいと思います。はい、分電盤から電気を出したい、アウトしたいのでここに挿して圧力板にインします。で圧力板から出してでコントローラーにインしていきます。はい、こういう感じですね。簡単です。じゃあ残りのところもやっていきますね。分電盤からアウトして圧力板にイン、圧力板からアウトしてコントローラーにイン。あれなんと隣が開くじゃありませんかこれがやっぱちょっと隣の窓と近すぎたっていうことですねはい、じゃあ、コントローラーの位置を変える必要があるので直していきたいと思います。はい、じゃあ隣の窓と絶対に混合しないようにこっち側にね貼っていきたいと思います。はい、じゃあ分電盤から圧力板に電力がいってますね。じゃあ圧力板の電気をアウトしてコントローラーにインしていきます。はい、これで大丈夫なはず。よっしゃーできました。じゃあ最後窓の方もつなげていきたいんですけれども、この分電盤のアウトプットがですね3つとも今使い果たされてしまっています。つうことでここで役に立つのがさっき紹介した Electrical Branch です。これは分電盤から出たやつをさらに、枝分かれさせるっていう役割があるものですね。なのでこれを壁に貼って、さらに枝分かれさせて、窓の方に電力を送っていきたいと思います。ということで一旦つながれているケーブルを取り外していきます。ケーブルを手に持った状態で右クリックをしたら簡単に取り外せます。はい、じゃあ分電盤の電力を外に出したいのでアウトしてちっちゃい方にインします。でちっちゃい方に入った電力を外に出したいので
アウトに刺します。はい。で、アウトしたのをインして、はい、これで完成です。はい、じゃあちっちゃい分電盤の方にもう1個アウトするところがあるので、そこにつないだら窓の前の方にインします。で、アウトして、で、コントローラーにインします。はい、これで窓もできました。はい、簡単ですよね、思ってる以上にね。イエーイ。はい、じゃあ一応自動ドアはできたんですけど、ご覧の通りコードがすごい汚いことになっちゃってるんで、今から綺麗にしていきたいと思います。はい、じゃあ全部のコードを右クリック長押しで外しました。じゃあ今から綺麗にね、なるように発電機と分電盤をまずつないでいきたいと思います。通常のやり方でやるとですね、こんな感じになっちゃってすごいブサイクになっちゃうんで、壁に這わせる感じでやっていきたいと思います。で、やり方はすごい簡単です。コードを折り曲げさせたいところで左クリックをすればそこでコードが曲がってくれます。そうやって持っていきたいところにこうやって挿していけば、こういう風に壁とか床とかにコードを這わすことができます。はい、じゃあ今から、全部のコードをもう一回つなげ直していきたいと思います。はい、綺麗になりましたね。よっしゃ。で、次回やるときはもうちょっとこのタイルの目にコードを這わせて、より綺麗により分かりにくくしようと思います。と言いますのも、自動ドアをこういったトラップに使うことができるからなんですよね。で、今みたいにコードがすごい分かりやすかったら、どこにトラップがあるのかっていうのが明らかになってしまうので、敵に警戒されやすいんですよね。なので、タイルの目を、這わせるっていうのが一つポイントかなって思います。で、もう一つの方法がこの圧力板を隠すっていう方法なんですよね。これが見えなかったら、何の警戒もせずに踏んづけてくれると思うんで、今回圧力板を隠せるのではないかという4つのアイテムをちょっと使って実験してみました。1つ目はこの絨毯で、クマの絨毯、寝袋、そしてこのルーレットですね。この4つでちょっと実験してみたいと思います。はい、じゃあまずは普通の絨毯で試してみたいと思います。で、これはちょっと角度とかいろいろ工夫してみたんですけど、残念ながら圧力板の上に絨毯が来るっていうことはできませんでした。はい、なのでこれは隠すっていう意味では使えないですね。残念。はい、じゃあ次にクマの絨毯ですね。これはいい感じに覆いかぶせることができました。こうやってね、厚みもあるんですけど、踏んだらちゃんと反応してくれます。で、次に寝袋ですね。寝袋で圧力板全体を覆い隠そうと試行錯誤したんですけれども、残念ながらこうやってちょっとだけはみ出てしまう感じになってしまうのが分かりました。ちょっと何回かね試してみたんですけど、全体を覆い隠すっていうことはどうしてもできなかったですね。ほんのちょびっとやっぱはみ出てしまう状態です。ですがこの後寝袋を3つ使ってやったところうまいこといったんで、複数の寝袋で隠すっていうことは可能です。で、最後にルーレットなんですけれども、ルーレットが意外と馴染むっていう馴染んでますかねでも一応ちゃんと踏んづけると反応してくれるんで、なしではないかなと
一応隠れるなっていう感じですね。で、個人的なお気に入りはやっぱ寝袋とクマの絨毯になります。で、クマの絨毯可愛いんですけど、今まで使ってる人ほぼいなかったんで、逆に怪しまれる可能性はあるかなって感じです。で、これは、床に貼っといたらね、いつでも回して遊べるんで、いいんじゃないですかね。はい、いかがでしたでしょうか。もう本当に超基礎的なところしか、今日はカバーしないんですけれども、また、ご自分で応用方法とかを考えるのに役立ててもらえると嬉しいです。もしちょっとでも参考になった、面白かったということがあれば、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。See you!